初心者にも知っておいてもらいたいポケモンスリープの5つのレギュレーション。ジャースパルと申します。今回はポケモンスリープの遊び方に関してのお話をしていきます。個人的にポケモンスリープを遊ぶ上でめちゃくちゃ大事な要素だと思っているので、最近始めたよという方もぜひチェックしてみてください。まずこのポケモンスリープ、人によって遊び方が全く異なるゲームだと思っています。たくさん寝られる人とあんまり寝られない人だったらゲットして欲しいポケモンが違ったりするんですね。攻略の仕方そのものが変わってしまうんです。例えば私はずーっと無課金で遊んでいて、普通に寝て普通に起きる自然な範囲の遊び方でこれまでポケモンスリープを続けてきました。なので私がこれまでアップしてきた何百本っていうポケモンスリープ動画の多くは無課金だったり、ちょっと課金するくらいとか、無理のない範囲でまったり楽しみたいっていう方に刺さる内容になっているかと思います。これがもしガチガチに課金していて、とにかく効率重視で最速で攻略するんだっていう方がね、私の動画見ていたとしたら、ぬるすぎるって思うと思うんですよね。そんな感じで自分のやりたい遊び方はこれだろうなっていうものを自分自身で分かっておくことで、自分に合った攻略法が見つけやすくなるはずです。極論ね、ポケモンスリープ、自分に合った攻略法を探していくゲームでもあると思うので、自分がどの遊び方、どのレギュレーションに属しているのかざっくりでも把握しておいてほしいなと思います。てなわけで前置き長くなりましたが、それぞれのレギュレーションについて解説していきます。これで遊びたいっていうもの、ぜひ見つけてみてください。それでは参ります。ということで、ポケモンスリープのレギュレーション、ざっくりこの5つに分けられるんじゃないかなと思っています。16歳未満カテゴリー、無課金カテゴリー、プレミアムパスカテゴリー、キャンチケカテゴリー、ガチ課金カテゴリー、順番に解説していきます。まず16歳未満カテゴリー、これはその名の通り16歳未満の年齢に設定してゲームを始めた方が属するレギュレーションです。一言で言えばハードモード、攻略という面において難易度が跳ね上がるレギュレーションです。16歳未満カテゴリーの大きな特徴は、睡眠スコアが低くなりやすい、フレンド機能が使えない、この2点でしょうか。まず睡眠スコアに関してですが、ポケモンスリープでは日々の睡眠計測で8時間30分以上の睡眠が行えた場合、睡眠スコア100点となります。ただし16歳未満のプレイヤーであれば11時間で100点となっています。人間は年齢を重ねるごとに必要な睡眠時間が減っていくものなんですが、16歳未満カテゴリーでは5歳の子に推奨される睡眠時間を基準としているため、11時間が適用されています。これね、遊びたい盛りの中学生とかで11時間寝ている方なんてどれほどいたでしょうかね。この睡眠スコアは日々の経験値やポケモンの元気、また眠気パワーを決める要素となります。超ざっくり睡眠スコアが低いと攻略に時間がかかってしまうんですね。そしてフレンド機能が使えないこと。ポケモンスリープではフレンドを50人まで登録できて、毎日フレンドのリサーチ結果が今日の1枚として送られてきます。この今日の1枚、選ばれたポケモンの飴も一緒に受け取ることができます。ポケモンの飴は使うことで経験値を獲得できて、飴1つで 25EXP、4つで 100EXP、睡眠スコア100点でようやくもらえる 100EXP が飴なら比較的簡単に稼げてしまうというわけで、このフレンドからの飴がポケモンスリープにおける超重要な経験値源となっています。1日飴50個もらえるとして 1250EXP、 100日で5000個 125,000EXP。 使わない飴もあるはずなのでそう単純な話ではないんですが、このフレンドからの飴があるのとないのとではポケモン育成のスピードに大きな差が出ることはお分かりいただけるはず。これら睡眠スコアが低くなりやすいこととフレンドからの飴がないことで、ポケモン育成がどうしてもゆっくりになるのが16歳未満カテゴリーというわけです。このレギュレーションでもある程度攻略を頑張るぞというのであれば、例えば進化の早いバタフリーを育成したり、進化にレベルが関係ないアイテムで進化する EV とか、雷の石で進化するライチュウとか、そういったポケモンを選ぶ必要がありそうです。そんなね、攻略面においてハードモードな16歳未満カテゴリーでした。続いて無課金カテゴリー、私パルが属しているのがこのレギュレーションですね。こちらもその名の通り課金せずに遊んでいくレギュレーションです。当然ですけれども、課金している方々よりは各種アイテムなどのリソースが少なめなので、何をどこに使っていくのかうまくやりくりするっていうのが大変というか楽しいというか、
このレギュレーションの醍醐味となっています。この後出てくる課金カテゴリーとはまた違った面白さがあるレギュレーションなので、普段課金されている方で無課金のアカウントも別端末で始めましたなんて方も多い印象です。無課金カテゴリーといっても、その中でやれることを全部やってガチ攻略を目指すぜって方々もいれば、私のようにまあそれなりに環境についていけたらいいかなくらいの遊び方もあって、かなり幅は広いです。なのでね、本当はもっと細分化した方がいいんでしょうが、今回はこの程度で。そんな無課金カテゴリーでした。続いてプレミアムパスカテゴリー。ここから課金ありのレギュレーションになってきます。毎月980円、6ヶ月プランだと1ヶ月分お得な4900円で加入できるプレミアムパス。課金の中でもコスパ最強のプランであり、課金するならまずはここからという超お得なプランです。加入している人をプレパス勢なんて言ったりもしますね。無課金とプレパスの大きな違いは超ざっくり2つ。プレミアム交換所が使える。月に一度いいキャンプチケットがもらえる。ここが大きな差になります。まず、プレミアム交換所という特別なアイテム交換所が利用できます。ここにはポケサブレよりポケモンをゲットしやすいスーパーサブレや、ポケモンを永続的に強化してくれるメインスキルの種、サブスキルの種なんていうアイテムがあります。特にこのサブスキルの種を使ってポケモンを強化することで、より理論値に近づけたポケモンの育成が可能になったりもするので、最強パーティーを組みたいぜって方はぜひプレミアムパス検討してみてください。特にこの種、無課金ではなかなか入手しづらいアイテムとなっておりまして、これをね、ざっくり毎月一つ手に入れられるということで、よりスムーズに攻略を進めることができるようになります。また、毎月一つ、いいキャンプチケットというアイテムをもらえるんですが、このいいキャンプチケット、あるのとないのとでは稼げるエナジーに大きな差が出る、なかなかすごいアイテムだったりします。無課金プレイヤーにとっては先ほどの種よりも貴重なアイテムなんです。これらの要素によって、ゲットしづらい強力なポケモンも狙いやすかったり、ポケモンの強化もしやすかったり、大きなイベントの際にはね、先ほどのいいキャンプチケットも使っていけるプレミアムパスカテゴリー。攻略する上では無課金よりも柔軟な選択肢で遊ぶことができる、よりストレスフリーなレギュレーションと言えるでしょう。そんなプレミアムパスカテゴリーでした。続いてはキャンチケカテゴリーです。ここからはかなり無課金とは遊び方が違うと言っても過言ではないかもしれません。キャンチケカテゴリーでは先ほどのいいキャンプチケットを常に使用し続けて遊ぶことを想定しています。このいいキャンプチケット、ポケモンのお手伝いスピードが 1.2 倍になる効果があるので、超ざっくりポケモンたち全員 1.2 倍強化された状態で遊ぶことができます。また、最も大きな違いはカビゴンに料理を作る際の鍋の容量が 1.5 倍になる効果もあって、通常では作りづらい大型の料理も作りやすくなります。これによって料理に関するポケモンたちが特に輝くレギュレーションがキャンチケカテゴリーと言えるでしょう。無課金の場合、鍋を大きくするスキルを使うポケモンを育成したりもするんですが、キャンチケカテゴリーではあまり必要ではないかもしれません。料理が得意で通常の 1.2 倍、それ以上のスピードでゲームを進められるキャンチケカテゴリー。料理好きの方だったり、エナジーをがっつり稼いでレアなポケモンを見つけたいっていう方なんかは、毎週キャンチケ検討してみてください。一度やるとなかなか戻ってこられなさそうですね。そんなキャンチケカテゴリーでした。最後はガチ課金カテゴリー。お金の力で全てをねじ伏せる何でもありのレギュレーションです。無尽蔵のサブレでポケモンをゲットしまくって最強軍団を目指すもよし、お手伝いホイッスルや幸運のお香といった課金アイテムでリソースを稼ぎまくってポケモン育成を超スピーディーにするもよし、まさしく何でもありのレギュレーションです。なんですが、お金の力だけで全てを解決できるわけでもないのがこのポケモンスリープ。ここまで来ても狙ったポケモンと出会えるかどうかは運ですし、先ほど紹介したポケモンを強化する種を入手できる数もプレミアムパスカテゴリーとそれほど差はありません。最強を目指す上で最後の最後は己の運にかかっているという、なかなか悪魔的なレギュレーションと言えるのかもしれませんね。それゆえにやることは尽きず、クリアらしいクリアもない、また悪なき最強への道を目指すのみってことで、もしかしたら最も過酷なのもまたこのガチ課金カテゴリーなのかもしれませんね。多くのアプリゲームでは上位数%のプレイヤーが課金額のほとんどを占めているなんてこともよく聞きますし、それが開発の方々を大きく支えていることでしょうから、ぜひこの波動を行く者たちに惜しみない憧れと称賛を送ってあげてほしいなと思います。
そんなガチ課金カテゴリーでした。以上の5つのレギュレーションが超ざっくりポケモンスリープの主な遊び方となっているかと思います。それぞれの中でね、また細分化できる要素もかなり多いんですが、ぜひ自分にちょうどいい遊び方を見つけてみてください。そしてね、YouTube とか X とかにもね、無課金で遊ばれている方、3桁万円課金している方、色違いしか狙わない方、様々いて、この人はどの視点からこの情報を発信しているんだろうっていうことがわかると、私の遊び方では再現するの難しいかもなとか、ここは工夫すれば取り入れられそうだぞとか、情報の捉え方が変わってくると思うので、自分に合った攻略法っていうのが見つけやすくなるかと思います。そうするとね、またお気に入りのクリエイターが見つかったりとか、遊びやすくなったりもすると思うので、ぜひそういう視点でもいろんな動画見てみてください。そして願わくば、私の動画も何かしらの参考になれば幸いです。無課金プレイヤーさん以外でもね、うまいこと使えるエッセンスをね、抽出してもらえたらなと思います。そんな、初心者にも知っておいてもらいたいポケモンスリープの5つのレギュレーションについてでした。皆さんはどういう遊び方でどんな方の攻略法が参考になっておりますでしょうか。ぜひね、これから新しく始める方々のためにもね、おすすめのクリエイターとかバシバシコメントしちゃってください。みんなが自分に合う攻略法を見つけられることを祈っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援いただけますと幸いです。私ね、完全無課金プレイヤーなんですけれども、何か動画のリクエストとかもあれば何でもお伝えください。改めてね、この5つのレギュレーションは私が勝手に大別しただけのもので、公式のものでも何でもないので、そこはご理解ください。ということで、また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。皆さんに素敵な出会いがありますように。おやすみなさい。またね。バイバーイ。